何なのその挨拶。久しぶりってまだ出て行って何日も経ってないじゃない。何か忘れ物でもした？まあそっか。で今日はどうしたの？クオンはいないわよ。今日は朝から城に上がってるわ。やっぱりって分かってたなら最初から城に行けばよかったじゃない。何？まだ城に行きづらいの？少しは頑張りなさいよ。一応クオンの夫なんでしょ。認めてるわけないじゃない。一応よ、一応。けど一応でもクオンの夫なんだから、それらしいところくらい見せなさいよ。何？私に会いに来たとでも言うつもり？なんでもないわよ。さっさと城に行きなさい。おう小僧、来ていたのか。何のことです？ならいいですけど、健介殿、今ここを誰か通りませんでした？やっぱり。いや、大した用事ではない。通い婿殿は気にせずともよいぞ。良いではないか。雅であろう。そうですね。昔はそれが当たり前だったって言いますし。
別に何でもかんでも嫌いというわけではないぞ。古いしきたりにも理にかなったものは少なからずある。無駄なものは好かんが、必要なものまで切り捨てるつもりはないぞ。ふふ、そうか。しまった。麦穂。ええ、まだそう遠くへは行っていないはずです。殿。必要な礼は尽くしたぞ。そのお話は後ほど。行くぞ麦穂。ええ。黒。別に。まあ強いて言えば何かしたのはお主だ健介。ああ、別に用がないなら来る必要はないぞ。まずくなどない。むしろ健介のおかげで大助かりだ。分かっているではないか。あれは使いだがな。何度も断ったのだが、しつこく言い寄られて困っていたのだ。田楽狭間の一件が終わってから来たのは初めてだったが、婿を取ったと言ったらさすがにもういいと言われた。天より降りてきた如来の化身を婿にしたと言ったら顔を真っ赤にしておったわ。見ものであったぞ。刺していただろう、あの時は。この手の噂話は少々尾ひれがついていた方が面白くなる。面白い方が民の噂に上るであろう。如来の化身を婿に取ったなどと我をうつけとみなす者がいるならそれもまたよし。縁談を断る手間も省けるというものだ。噂程度は聞いていたようだがな。角俣の件も話したら一夜で城ができるなどバカなという顔をしておったわ。そういうことだ。ひとまず貴様を夫に迎えた甲斐もあったというものだ。そうだ健介、目を閉じろ。こたびの褒美を垂らす。構わん。
お主がいることで助かったの。褒美の一つも与えねば我の気が済まん。それとも我の褒美は受け取れんというか。ならばよかろう。早く目を閉じろ。いいか、我が良いというまで目を開けるなよ。健介、こら、目を開けようとするんじゃない。口を開けろ。ああ、うつけめ。いきなり噛み砕くやつがあるか。おや、わかったか。もう目を開けてよいぞ。どうした？今さら驚くこともあるまい？ワンコやヒヨは口に放り込んだ時に驚いたのに、そこで驚くとは変なやつだな。どうだ、うまかろう？どうした？そういえば金平糖も知っていたし、食べたことがあるのか？南蛮菓子が普通に手に入るなど、お前はどのようなところに住んでいたんだ？堺か、それとももっと西か？どうした健介？何を考えている？それとも我には話せんと申すか？どういうことだ、説明しろ。貴様の世界の話をか？うん。おー。うん、わかった。
話さずともよい。進んだ技術は人を幸せにもするし便利にもするが、使い方を誤れば不幸を呼ぶことにもなりかねん。少なくとも己の力量にそぐわぬ知識が身を滅ぼすのは確かだ。貴様が我には理解できん話だとかホラ話大ばばりされるのが嫌で黙っていたというなら許すつもりはなかったが、健介がそこまで心配するということは、それは何番以上の技術なのだろう。ならばなおのこと不要だ。今の我らは南蛮の技術を学び使いこなすので精一杯。貴様の話は確かに気になるが、それは南蛮の技を十分に使いこなせるようになった後でゆっくり聞かせてもらうとしよう。いや、貴様を手放さずにいた意味が一つ増えたと思ってな。これからも我のそばにいろよ、健介。あ、クオン様、お頭。言ったじゃないですか、今日は若菜様のお手伝いするって。そういえば今日はどうして城に来たんだ、健介。そういえばしばらく見ておらなんだな。なら我に会えずに寂しかったか、通い婿殿。ふふん、ならば昼間ではなく夜に会いに来い。雰囲気が出ん。もしかして私お邪魔？冗談だ、真に受けるなひよ。どうだ、長屋の具合は。ほほ、言うではないか。やっぱり私とコロちゃんだけじゃ寂しいですか？ひよ、どういうことだ、詳しく話せ。どういうって？貴様には聞いておらん、健介。別に貴様の趣味嗜好にまで口を挟むつもりはないが、ひよの将来には期待しておるのだ。腹ませでもして先陣を離れられては困る。そんなことはないです。そんなのとても恐れ多くて。そっか、ま、そういうことにしておこう。一応は余計だ。ともあれひよは功を積ませて手柄を上げさせるために貴様につけておるのだ。そこは理解しておけよ。で、ひよは役に立っているか？そんな。そうか、ならばよかった。これからは身分にかかわらず有能なものはできるだけ取り立てていきたいのだ。健介が身分に関係ない評価をしてくれて助かる。そうですよ、私なんて本当はお目見えどころかこんなところにもいられないはずの身分の出ですから。健
健介の世界では身分の差などなかったのか？そうか、それは羨ましいな。いろいろ変えてはいるつもりなのだが、長年染みついた感情を変えていくのは難しくてな。正直、健介が費用をお目見えにあげるよう言ってくれたのも助かったのだ。少し周りには言われたがな。本当はもう少し後に身分に関わらぬ有能なものの取り立てと合わせて我から頼もうと思っていたのだ。ああ、むしろ都合が良すぎて心でも読まれたかと思ったくらいだ。そういう力もあるのか、天井人には。でもコロちゃんも喜んでたからよかったです。構わん。過程はどうあれ結果としては我の期待以上に動いてくれているのだ。ノブシを使うことはあっても、ああして取り立てるという判断は尾張でもできる者はそういないだろうしな。麦穂でも自分から取り立てたいなどとは言わんだろう。すまんな。なんでもない。わからなければよい。いずれにしても健介は今まで通りヒヨやコロを使ってくれれば構わん。優秀そうな者がいれば取り立ても任せる。ヒヨもしっかり励めよ。はい、もちろんです。お頭、国持ちの夫が言うセリフではないぞ、それは。おーいサル。若菜様が呼んでるのでそろそろ行きますね。はい。ああ、健介、一つ頼みがあるんだが。頼もしいな。では。あ、クオン様、先ほどのお話お聞かせ願いましょうか。二人の足止めを頼むぞ。我は逃げる。